こんにちは、たかしです。本日は3月16日土曜日、週末ですので、来週18日からのポンド円、そしてドル円の相場の見通しをしていきます。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。金曜日の冷やしは結構大きめの陽線になってきました。今までのこの動きを見ていると、今週の動きって結構分かりにくい動きをしていたんですね。ローソク足見ていただいてもわかるんですけれども、3月5日からずっと下落してきまして、今週の月曜日がその下落最終、そこからの切り返しっていうのが今週の動きでした。ですので一度下押ししてからの上昇ですね。今週ずっと意識されていたラインがここです。この白い水平線、189円付近だったんですが、このライン過去の高値なんですね。そして今週月曜日、このライン、その前に金曜日ですね。金曜日にこのラインに一度止められているんです。ローソク足の実体部分を止められまして、月曜日にそこを下抜けたんですが、火曜日にほぼ全戻し、そして水曜木曜と上髭の長いローソク足を出していましたので、ここから下落する可能性、そしてここから上昇する可能性の両方があったんですが、この金曜日の大きな陽線はこの水曜日や木曜日のローソク足の高値を超えてきましたね。ですのでここからは上昇していく可能性が高くなってきました。ざっくり言うとこれ冷やしの上昇トレンドに戻ってきたっていうことですね。今まで冷やし、ここで下落をしていたんですね。ずっと連続陰線で下落してきたんですが、このあたり3月7日、8日付近で下髭を出してきて、そして今週月曜日で一度大きく下押しをしたんですが、火曜日で全戻し、そこからの少し迷ってからの上昇、GMMA の青帯に沿ったその上昇トレンドに戻ってきたというところですね。ただここからどこまで上昇するかはわかりませんが、今この感じを見ていると直近の高値、191円付近を一旦は目指してくるだろうという風に取れます。現在これ冷やしを見ていると三尊っぽい形にも見えるんですね。ここ。わかりますかね？ここにこういう三尊を描いているのかなと感じます。こんな感じですね。ここ左肩。そしててっぺん、今右肩を作りに行っている。こんな感じです。ですので今は右肩のちょうどてっぺん付近にありますので、ここから来週、週明け、一旦下落する可能性は考えておきたいですね。ただ、ストキャスティクスは今上昇中ですので、もしかすると一度浅めの押しをつけてそこから再上昇。で、三尊否定の上昇になっていく可能性は考えておきたいです。基本的には上昇トレンド、そして GMMA の青帯に接触して、しかも金曜日は大きめの陽線になってきているので、上昇の可能性の方が高いと思いますが、一旦は三尊が意識される、そういうポイントにも来ております。では4時間足です。4時間足は今までこちら側下落トレンドを作っていたんですね。この2月の末からの下落ですね。一度ダブルトップみたいになって、でもそのダブルトップの右側の山は高値を切り下げる形での下落、そして下落トレンドを作っているんですね。こんな感じ、ジグザグという下落トレンド。こんなのですね、ここからこういう感じの今下落トレンドを作っていたんです。この下落トレンドの最終の戻り高値がこの黄色丸だったんですが、そこを上抜けるまでは下落トレンドが継続だったんですけれども、金曜日にそれ上抜けてきてますよね。抜け方がちょっと微妙ですが、黄色丸の高値は抜けてきておりますので、今までのこの下落トレンドは崩してきております。ただこれで上昇トレンドになったかというとそういうわけではなく、小さくは上昇トレンドを作っているんですが、4時間足で見るとちょっとそこは微妙かなと、一度深押ししてからの再上昇みたいな動きをしてくるかもしれません。ストキャスティクスは高値圏です。いつも言ってますが、ストキャスティクスが高値圏にある時のロングエントリーは優位性がありません。ですので今金曜日に GMMA の青帯を明確に上抜けてきましたので、まずは GMMA までの押しを待って、そこからの次の上昇、こんなイメージですね。こういうイメージを持っておくといいと思います。もしこのままスルスルと上昇してきた場合は191円ぐらいまで上げていくかもしれませんが、やはり一旦ストキャスティクスの過熱感を待ちたいところですね。では1時間足です。1時間足には今週水曜日木曜日とここでレンジを作っておりました。そのレンジを金曜日に上抜け、そして先ほど4時間足で言っていた直近の戻り高値、オレンジの水平線を上抜けてきました。ですので月曜日はここから基本的に今上昇トレンド、4時間足の上昇トレンド
レンドは微妙だったんですが、1時間足は今明確に上昇トレンドを作ってます。安値を切り上げ、高値を更新してきておりますので、ですのでこの流れに沿っていく。一旦、ストキャスティクスもう少し下げ切るのを待ちたいですね。この黄色のボックスの上限ぐらいまでの押しを待って、そこからの上昇の流れっていうのをイメージしておくと、次は、ここですね、191円ぐらいまで上昇していく可能性がありますので、その辺の動きを見ておけるといいんじゃないでしょうか。今は日足の GMMA に接触しての上昇、それから4時間足の GMMA を上抜け、それから1時間足はすでに上昇トレンドに入っておりますので、基本的には目線は上で持っておいて、1時間足の GMMA を明確に下抜けて、下落方向に動き出すまでは、基本は上昇していく目線で見ておくと分かりやすいと思います。では次はドル円です。ドル円は今まで結構分かりにくい動きをしていたんですね。GMMA の青帯の下に潜り込んで、そこから GMMA の青帯が上値を抑えていたんですが、これも金曜日に上抜けてきました。若干抜け方が微妙なんですが、こちらもストキャスティクスはゴールデンクロスで上昇中。ですので、まだ上昇の可能性はあります。ただ、今週火曜日から火水木金と一応水曜日も含めて陽線が連続4本出ておりますので、来週月曜日付近は一度調整の下落をしてくるかもしれませんね。大きな下落をするイメージはないんですが、やはり陽線大体ここもそうですが3本出て調整してますよね。ここも3本出て調整しているので、大体3本ぐらい出てくると調整を挟みやすい。なので今回は一応4本出ておりますので、月曜日あたりは調整、そしてそこからの再上昇っていうところを見ておきたいですね。では4時間足です。4時間足はストキャスティクスが高値圏ですので、やはり一度調整をしてきそうな雰囲気ではあります。こちらもポンド円と同様に GMMA の青帯を上抜けてきてますので、GMMA の青帯まで一度押しを待ってからの再上昇。こんなイメージですね。こういうイメージを持っておきたいです。ドル円の今週の動きは分かりにくかったですよね。金曜日、木曜日のこの動きっていうのは特に分かりにくいんですが、月曜日、火曜日はこの先週の金曜日の下落からの反転上昇だったんですが、4時間足単位で見ると全然トレンドをつけていないんですよ。ここでちょっとトレンドを作っているんですけれども、ここ三角持ち合いみたいになっていて、そこを上抜けからのもう上昇一辺倒ですよね。陰線1本だけ挟んでますがずっと上昇。明確なトレンドをつけずに上昇してきているので、すごく分かりにくかった。ただし、上位足ではそうなんですが、時間軸を落としていくとトレードするポイントはいくつかあったと思いますので、その辺の流れに乗れていると良かったんじゃないのかなと思ってます。現在はストキャスティクス高値圏に張り付いてますので、上昇の勢いが強いのが分かります。連続陽線ですので、こういうところでの逆張りは危険です。なので、ストキャスティクスが一旦下落方向に動いてから再上昇してくるところを見ておきたいんですが、そうなるとやはり GMMA の青帯ぐらいまで戻してくる、こういうピンクの動きですね。こういう理想的な動きをしてくれば、この辺で押し目買いができるとは思いますが、もしかするとこのままスルスルっとここ、次の高値が 149.7 付近になりますので、その付近まで上げてしまう場合もありますし、金曜日のこの上昇を見ていると、もしかするとそういう動きをしてくるかもしれません。ただ、日足も連続陽線出てましたので、そろそろ月曜日付近は一旦調整をしてほしいところですね。では、1時間足です。先ほど言っていた上昇のターゲットはこの辺り、黄色のボックスの下限 149.7 付近なんですが、今はちょうどこの赤い水平線とオレンジの水平線で挟まれたところまで来ました。この辺の水平線意識されているの分かりますよね。この赤い水平線も、ここのオレンジの水平線、この辺で意識されてますし、現在はこの赤い水平線で止められているっていうところで、GMMA の青帯に沿って小さくはあるんですが、トレンドを作りながら上昇してきております。この黄色のボックスの中では三角持ち合いみたいな動きをしてまして、そこを上抜け、そして金曜日はこのボックスの上限に押しをつけてからの上昇。ここなんか分かりやすかったんじゃないでしょうか。そして現在は149円まで乗せてきましたので、ここをキープできるのであれば 149.7 付近までの上昇が考えられます。ただ、金曜日の上昇ちょっと強かったんですよね。この上昇の勢いが強すぎて GMMA の青帯と少し距離ができてますので、月曜日一度 GMMA の青帯に押しをつけてからの上昇になるのかというところを見ておきたいです。4時間足、1時間足ともにストキャスティクスは高値圏ですので、やはり一旦1時間足の GMMA もしくは1時間足のストキャスティクスが安値圏に入るぐらいまでの押しを待ってから次の上昇の流れをイメージしておくとトレードはやりやすいと思います。ただ、金曜日の上昇の勢いが強かったので、もしかすると月曜日スルスルと上げてくる可能性もありますが、もしその上昇についていくのであれば、1時間4時間足単位の大きめの調整下落がいつ来るかわからないっていうところは考慮しながら、その押し目買いをしていく必要があります。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。
そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。